はい、始まりました。大人気シリーズディミーヤ編になります。はい、もう2色編だいぶ最後の方に来てまして、はい、もう結構人気の色なんですが、はい、もう後半になってしまいまして、今日はこれからディミーヤの逃走者を始めようと思ってる人におすすめのカード10選になります。はい、ディミーヤです。ディミーヤですね。ディミーヤあんまりお好きじゃないですよね。いや、まあ青系をそんなに使わない、ね。そうですね。青系をね、あんま使わないですね。なるほどね。カジュアルタクだとあんま嫌われるような、コンボが入ってますよね。まあ別に終わってくれる分にはいいんだけどね。確かに。そう。まず高いカードからの発表なんですが、青黒って言いますと、高いっていうと打ち消しですよね。はい、打ち消し全般が、ウィルとか、ネゲーションとか、劇場の貢献、打ち消し全般高いです。あと黒で言いますとオークの弓使いとか、いわゆる青の高いカードと黒の高いカード、有用なカード、だいたいマジック・ザ・ギャザリングって青黒のカード強いじゃないですか。だから高いんですよね。だから安心も高いし、今まで紹介してきました2色のデッキの中では一番高い可能性があるかもしれませんと。はい、ただこれから始めようと思ってる方にそれじゃなくて、その安いカードを進めようと思いまして、安いカードを選んできましたんで、なるべく、はい、で一応コンボ説明なんですが、割愛するコンボの説明なんですが、まず寿司まあね、はい、大体これ寿司握り選手権始まっちゃってるようだから、はい、オラクルコンボなんですが、寿司握るほぼ一択でプラス逆転棒、そういうやつはたまにいますよね。はい。かもしくはムカつき関係。結局ムカついた後寿司握ってんじゃねえかみたいなね。それもね、いわゆるコンボは強いんですよね。だから基本的には強いんですよ、青黒は。でそれ以外だとゾンビになります。ゾンビ系。これはちょっとカジュアルめなデッキになってくるんですが、それ今言った話の以外で10枚安いカードを選んできましたんで、まずちょっと紹介していきたいなと思うんですが、まず1枚目、闇の腹心、このカードからになるんですが、これは高くないんですか？大丈夫ですか？これなんか最近再録されてます？安くなってますよね。結構なんか安くなってますよね。なんか多分だけどケツが1だからと思う。なるほど、ただこれ他にも黒のデッキ入るかなと思ったんですが、まず能力説明しましょうか。2マナ21であなたのアップキープの開始時にあなたのライブラリの一番上のカードを公開し、そのカードをあなたの手札に加える。あなたはその点数で見たマナコストに等しい点数のライフを失う。トップ見てその点数分ライフを食らって手札に加えるという。土地が加わって宇宙だっていう。そうですね。能動的にカードを引けるということで青黒っぽいですよね。でお安くなってるんで、こいつを最初に紹介させていただきました。僕の弓使いに殺されても文句は言わない。確かにね。で一応2枚目に行くんですが、カードが引けるんですよ、青黒っていうのは。結構で最近収録されたカードでして、青黒でおそらく一番カードが引けるのはこのカードかなと僕は思ったんですが、慈愛の王タリオン、4マナ34飛行で、こいつが出るに際し1から10までの数を1つやれます。でその選ばれた数字が対戦相手がマナ総量かパワーかタフネスがその数に等しい呪文を取られるたび、そのプレイヤーは2点ライフを失ってあなたはカードを1枚引く、ということはいわゆる1を選ぶんですよね。1を選ぶね。カジュアルタクだったら2を選ぶこともありますかね。どうだろう。だいたい1になるんじゃないかなということで、1を選ぶとめっちゃカードが引けるカードになってますんで、雑に他の青黒以外のデッキでもこれ入ってるだけでめちゃめちゃカード引けますよ。ということになります。で次のカードになるんですが、
カードを引く兼ね合いでこのカードのお話になってくるんですが、はい。概念泥棒はい。というカードになります。なんか言いよどみましたね。今概念泥棒とは言い慣れていないっていう気配を感じましたけど。日本ではパンツ泥棒って言われてるんですけど、はい。4マナ31俊足で対戦相手がそのプレイヤーの各ドローステップ中に最初に引くカード以外にカードを1枚引くなら、代わりにそのプレイヤーはそれを飛ばしてあなたはカードを1枚引く、はい。いわゆる尖閣破りのような、うん。追加でドローした場合こいつのドローに変わるということですよね。はい。でナーセットみたいなことですよね。うん。なんでタイムツイスターとか意外な殺害物を打った時は相手の手札がなくなって、うん、こっちだけめっちゃドローできるというような、引きれないほど引いちゃうっていうような青黒の特権ですよね。このコンボがあるっていう。尖閣破りがなくなったんで。なくなったんで、はい、4マナとはちょっと重いですが、うん、青黒のカードとしてはかなりいいですよね。うん、はい、で次のカードいくんですが、青黒っていうのはまず今ドローしていくっていう話をしたんですけども、うん、結構構えますよね。やっぱり、構えていく兼ね合いでサーチの話をまずするんですけども、いいサーチカードがありまして、願い詰めのタリスマン、これが青黒っぽいなということで僕は入れたいなと思ったんですけど、お安いと。お安いです。2マナのアーティファクトで願いカウンターが3個置かれた状態でバインでます。で1マナタップで願いカウンターを1個取るのとくと、好きなカードを1枚万能サーチできる、自分のターンに一挙できるんですが、はい、これはインスタントタイミングでできるんですよね。でカウンターを整えたら対戦相手に誰か渡さなきゃいけない、これかなりカジュアルカードっぽいなと思われる方もいると思うんですよ。実際カジュアルカードでも使われてますよね。なんですが結構ガチ寄りのカードにして、まずなんでガチ寄りかって言いますと、2マナでこいつを置いときます。でサーチはしません。で置き万能サーチになるわけですね。まあね、決めに行くターンに1マナでサーチできて、サーチしたカードで決めに行くということで置いとける万能サーチなんですかね。これをおもむろになんか起動してサーチしてくる場合はですね、その人敵対工作員に握ってます。なるほど、はい、なるほど、そうか、可能性もあると。なるほど、そうですよね。はい、サーチ関連の話で言いますと、これサーチではないんですが、ほぼサーチのカードっていうのが青黒の安いカードでありまして、はい、リムドゥールの質というカードになるんですけども、はい、青黒2マナでインスタントなんですけど、あなたのライブラリの上から5枚カードを見ます。で5枚カードを見て、あなたが選んだ回数だけあなたは1点を支払い、それらのカードをライブラリの下に順番で置いて、ライブラリの一番上から5枚カードを見てもよい。ちょっと何言ってるか分かんなかったかもしれないですけど簡単に説明しますと、5枚とりあえず見ます、で1点ライフ支払うとその5枚を下に送れるんですよね、好きな望む順番で、でその次の5枚を見て、望む順番にできるんですよ、それを何回繰り返してもよくて、その代わり1点ライフを支払いますよっていうカードになりますね。1回につき、でこれがもうほぼ万能サーチだと、好きな5枚になるまでいけるってことは、1枚好きなカードを一番トップに詰めるっていう可能性がどれぐらいですか？ 8 割ぐらいでいけますよね。ライフのジャンルにはもちろんよるんだけど、ね、結構な確率で一番上に積んでこれるので、だってそれはだって100枚なんだから、マックスでも、そもそも初めに引いてる分それ考えてないけど、20点で一周はするわけだから。なるほどなるほど。なんとか一番上には持ってこれるはずだと、いうことで、ほぼ万能サーチカードのインスタントです。しかも、でこれのいいところはサーチではないということサーチではないと。なるほど。だから相手に敵対工作員とか、英文の思考検閲者とか出てたとしても探しに行けます。なるほど。でしかもドローでもないということですよね。ただ置いた後は引かないと手札には加えられないんで。なるほどなるほど。はい。で一応だからインスタントエンド陣に打つっていうことですよね。そうですね。はい。で次のカードに行くんですが、で青黒っていうのは結構構えていく感じでデッキが多いんですよね、だから構えていく兼ね合いでこのカードになるんですが、呪われたトーテム像、2マナのアーティファクトでプレイヤーはクリーチャーの起動型能力をプレイできない、いわゆるヘイトファクトなんですが、ヘイトファクトを構えていく関係で、やっぱ遅らせたいじゃないですか。だからなるべくヘイトっぽいカードを入れたいんですけど、アーティファクトに頼ることになるんですが、これのいいところは自分がクリーチャーの起動型能力使う盤面があまりないんですよね。
まりない、はい、なぜならもうクリーチャーを採用する数自体も相当少ないし、そうですよね、大体起動してホーニャララっていうクリーチャー入ってないダウスイの国歩きとか起動ができなくなるとか、それぐらいのレベルの話だから、最初検体の宝珠にしようかって話したんですが、寿司握れなくなるじゃんということでノエタ当然武像を紹介することになりました。はい、はい、で次のカードいくんですが、構えてくっていう話を何回もするんですけども、やっぱりピッチの呪文がいいじゃないですか。除去の話になってくるんですけども、殺戮の契約という黒のパクトでなりますかね、0マナのインスタントでして、黒でないクリーチャー1体を対象としてそれを破壊する。で、あなたは次のアップキープ開始に黒1と不特定2を払わない限りゲームに敗北する。で、結構消し合いになったり、使ったりとか構えていく兼ね合いであると思うんで、ゼロコスの呪文っていうのはいいんですよね。で、除去にしてもやっぱりゼロコスがいいんじゃないかということで、これは黒でないクリーチャーなんですが、致命的なはしゃぎ回りがちょっと高いじゃないですか。なんで、これがちょっと安いカードのゼロコスの除去としてはいいということになりますかね。で、なおかつ構えて打ってるんで、次のターンが回ってきた時に3マナは払えるということで、殺戮の契約が入ってくるかなと思います。で、次のカードいきます。次のカードは、これもゼロコスピッチの話になってくるんですが、ピッチはやっぱなるべく入れた方がいいんですが、ただピッチも高いんですよね、カードが大体ね、はい、特に優秀なやつほどね、他のデッキにも入るんじゃないかと思われる方もいるかもしれないんですけども、ギタクシア派の調査、ファイレクシアマナ1マナのソーサリーでして、プレイヤーの手札を1人確認して、カードを1枚引く。これ注意しなきゃいけないのは、公開してではありません。公開してではないと。なるほど。はい。プレイ間違いないように。はい。で、なんでこれが青黒っぽいのかなと思ったかと言いますと、青黒は構えて握りに行くということで、握りに行くタイミングをこのゼロコスでの1人確認できるということになると。はい。で、他にも入るんですよ、もちろん。青赤とかももちろん入るかもしれないんですが、ストーム稼ぐ関係とかで。で、一番青黒っぽいなと僕は思ったんですよ。手札を確認しに行くのは青黒なんじゃないかな。ということで、このギザクシア派の調査が青黒じゃないかという感じで選ばさせていただきました。はい。で、寿司を握る関係で次のカードに行くんですが、ホーム間の掌握というカードを紹介したいと思います。これは3マナの総裁でして、対戦相手1人を対象として、そのプレイヤーのライバリーからカードを1枚探して裏向きに追放する。で、その後そのプレイヤーは自分のライバリーを切り直して、そのカードが追放されている限り、あなたはそのことを見てもいいしプレイしてもいい。いわゆるホーム間の掌握は相手のデッキからサーチというよくわからないカードなんですが、はい、何に使えるかと言いますと、鳩場出したりするっていう可能性もありますよね。ありますね。マナーを加速したりとか、これがなんで青黒っぽいかと言いますと、いわゆる寿司をパクれるっていうそうね、寿司をパクれるももちろんそうだし、これ寿司を握りに行くのに、相手の手札透けるんですよ、これ打つと。なるほど、はい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 、そうなんですね。要はライバリーに残ってるカウンターが見れるんで。なるほどなるほどなるほど。ライバリーの中のカウンターがどれが入ってるのかっていうのは大体わかるんで、ってことは手札にあれがあるねっていうのも分かるんで、一応。なるほど。劇場の貢献がなかったら劇場の貢献あるかもしれないなということが分かるということですよね。はい。だから一応ホーム間の掌握がオラクルパクリに行きますかね。オラクルパクリに行くことも多いかもしれないけどね。なんならオラクルパクって自分まだ握れないわっつってそのままにしとくっていう手段ありますから。失敗することってあるじゃないですか。失敗したらほぼ死なんですけど、そうね、死を覚悟して寿司っていうのは握りに行くんですが、失敗した時にもう一度握るチャンスはこれでもあるかもしれないという可能性はありますよね。ちょっとかなり厳しいよ。かなり厳しいよ。寿司言う時はもうね、もう死を覚悟していきますからね、大体。で、次のカードになるんですが、最後の10枚目のカードになります。記憶の裏切りというカードを紹介したいんですけども、デミアの3マナでソーサリーで対戦相手全ての墓地から全てのカードを追放します。で、このターンあなたはそれらのカードを唱えてもいいです。対戦相手の墓地全部使えるようになると。で、あなたはそれらの呪文を任意のマナを払って唱えていいと。
で次の終了ステップを開始し、そのカードを追放されたままになってた状態、それをオーナーの墓地に戻す、でこれを強くすると、いやめちゃくちゃ安いんですけどね。安いですけどね。めちゃくちゃ強いこと書いてあると思います。やばいですね。だって一応用具もすぎる相手の墓地用具もすぎる。しかも自分の墓地だったら一つの墓地だけど、はい、これ3つの墓地いけるんでね。やばいですね。ワンチャン鳩場が落ちてたらとかの可能性とか、オラクルが落ちてたらっていう、可能性ももちろんあるわけじゃないですか。っていうのもあって、最悪打ち消し合いをし終わった後にこれを唱えて、ピッチの打ち消しが落ちてる状態で寿司を握りに行くみたいなこともできることはあると、いうことで、青黒でかなり噛み合いがいいカードということになりますかね。はい。まあそんな感じで以上で、ディミア10枚紹介していったんですけども、大丈夫ですかこれ、ディミア派の人に殺されないですか？暗殺される大丈夫かななんかでも結構高いカード多かったですよね。ディミア大変でしたね。はい、まあ何かディミアの派の方がこんなんもありますねっていうのありましたら、コメントしていただければなと思いますんで、あとチャンネル登録お願いします。チャンネル登録は結構少ないですあ、そうなの？そうです、お願いします。ということで今回の動画は以上になります。おしまい。